ハワイからカヌーで船出することを想像してください。目的地は数千キロ以上離れた太平洋に浮かぶ小さな島です。太平洋は1億6000万平方キロメートルを超える水域で、地球上の大陸をすべて合わせても叶いません。何千年もの間、ポリネシアの船乗りたちは、このような航海に近代的な装置を使わずに出ました。古代ポリネシア人は、太陽や月や星、惑星や海流、そして雲を道しるべとして使い、大海原を障害ではなく、航路として捉えました。彼らの航海は紀元前1500年頃、後にポリネシアに定住した東南アジア人が初めて船出した時に始まりました。初期のポリネシア人はやがて4000万平方キロメートル以上の太平洋の広範囲に広がる島々に定住しました。ある歴史家たちによると、航海者たちは人口増加を避けるため場所を転々としました。一方、戦争を原因とする説もあります。ポリネシア人の社会がそれぞれの場所に定着するにつれ、1300年頃には航海は減っていきました。航海時代、旅の成功にはいくつかの要因がありました。成功に作られたカヌー、航海者の技能、そして最も大きな要因に天候がありました。航海には丈夫なワーカウルア、つまり双胴カヌーが必須でした。これは帆が動力を生み出し、大きなオール一つで操縦します。カヌーは地域社会全体が協力して作りました。航海士、船大工、神官、泳唱者、そしてフラダンサーも。航海士は自然界を鋭く観察していました。彼らは貿易風によって生じる北東や南東方向に流れる波に精通していました。日中は航海者はこの波のうねりでカヌーが向かう方向を知ることができました。また日の出と日の入りはさらに役に立ちました。太陽の位置は東と西がどこかを示し、また弱い光が海面を照らすと波を直接見ることもできます。夜になると航海士は星のコンパスと呼ばれるものを使いましたが、コンパスそのものがあるわけではなく、頭に描いた地図でした。彼らは星や星座が昇り沈むポイントを各季節ごとに覚えました。彼らはまず空を4つに分け、カヌーの位置を中心にさらに32分割しました。例えばデネブが水平線から昇ったら、それが北東だと分かりました。他にもいくつかあります。地軸は北馬ア、つまり北極星の方向を指していますが、この名がついているのは地球が自転しても常に空の一点を指し、いつも北を示すからです。しかし赤道の南側では、この星は見えないので、航海士たちはネベ、つまり南十字星を目印に、どこが南かを割り出していました。例えばこれら2つの星同士を線で結び、その線を 4.5 倍に伸ばし、その点から水平線に向かって線を1本下ろすとそこが南です。しかし大気にも航海の助けとなるものがあります。雲です。雲は天気の変化を示すとともに、条件が揃えば陸地があることを示します。例えば太平洋の環礁に囲まれた礁湖は雲の下側に映るので、このことを知っていれば実際に見ることができます。また厚い雲の塊は山がちな島々があることを示します。航海者たちは目的地に近づくにつれて、鳥の飛行パターンや海面に浮遊するゴミや植物、その地域に生息する魚類などを手がかりに陸地までの距離を判断しました。例えばマヌオクは 190km もの飛行距離で知られ、後を追えば海岸にたどり着くことができました。ではこのようなことがなぜ分かったのでしょう。顔面彫刻として残された証拠やヨーロッパの探検家が書いた観察記、ポリネシア人の口頭伝承もありました。また実際の航海も行われました。航海カヌーのホクレアはこれらの技術のみを使い、世界一周航海を成し遂げました。これを偉業だと思ったら忘れないでください。自然を詳細に観察し、自然と一体となることで広大で躍動する海に航路を切り開いた古代ポリネシア人たちのことを。歴史を学ぶのがお好きなら、ぜひこのチャンネルに登録してください。過去の教訓は
今私たちが直面している問題の解決に役立つかもしれません。